崩壊スターレール心理学アベンチュリン編。こんにちは、コバトーンです。今回はめちゃくちゃリクエストの多かったアベンチュリンを分析していきます。不穏な登場の仕方をしたバージョン 2.0 から一転してバージョン 2.1 ではほぼ主人公と言っていい動きをした彼の性格について深掘りしていきましょう。というわけでネタバレ注意。今回はアベンチュリンが登場した崩壊スターレールバージョン 2.0 から 2.3 までのストーリーについて触れます。特に 2.1 に関してはほぼ全てのネタバレと言ってもいい内容ですので、プレイしてから視聴されることを推奨します。では早速行ってみましょう。アベンチュリンのストーリー。まずはアベンチュリンがどんなキャラなのか見ていきましょう。ピノコニーの描写が複雑だったので正直話が分かってないって人も多いと思います。なのでまずは現時点で分かっているアベンチュリンの行動についてまとめていきましょう。アベンチュリンは荒涼の惑星ツガンニアでエビキン人の末裔として生まれます。エビキンとは蜂蜜という意味を含んだ言葉であり、なぜこのように呼ばれるかというと、彼らが非常に容姿端麗で美しい独自の瞳を持ち、高い社交性を発揮して人から好かれるのが得意な民族だからです。一方、ツガンニアは非常に乾いた土地であり、民族同士の略奪も激しく、小惑星が頻繁にぶつかる危機にも瀕しているとのことで、常に過酷な環境にある星であることが伺えますね。そんな厳しい環境の中でもアベンチュリンは生まれた時からとびっきりハードモードの人生です。父は彼が生まれる前に他界しており、母もギリギリで生きている状態でした。そして雨が降らなければ間もなくアベンチュリンも生まれたばかりで死ぬことになってしまう状況だったんですね。しかし母は祈りました。チボ神の恵みがこの子にありますようにと。すると奇跡が起きます。雨が降ったのです。こうしてギリギリ生きながらえた彼には、チボ神に愛された子という意味のカカワーシャという名前が与えられました。時は経ち、幼い少年となったカカワーシャは幸運を糧に勝負をするようになります。当時のツガンニアではナイフを意味する民族名を持つ種族、カティカ人によってエビキン人が虐げられている状況でした。そんな中、カティカ人へ賭けを挑んで勝つ少年がカカワーシャだったんですね。なお、カティカ人への捧げ物を届けに行く際に父は亡くなっており、また母もカカワーシャと姉の目の前でカティカ人によって殺されています。この際、カティカ人から逃げ回るために姉と血だまりの中を転げ回り、父が残してくれた服をボロボロにしてしまったそうです。なお、それは今も保管してあるみたいですね。そしてある時、スターピースカンパニーがツガンニアにやってきます。彼らはエビキン人を庇護下に置きました。しかし、それらの行動に不満を抱いたカティカ人はエビキン人を襲撃します。タイミングはエビキン人にとってチボ神、ファンゴビオスを称える祭りの日であるカカワの日です。なお、この日はカカワーシャの誕生日でもあります。カカワーシャは姉に説得され雨の中を逃げます。幸運にもその日は雨が降り、逃走の木が訪れます。しかし、姉はカティカ人に捕まり殺されてしまうのでした。カティカ人の鋭い笑い声や姉の結末がカカワーシャの耳には届いていましたが、カカワーシャは姉の指示通り振り返らず必死に逃げました。そして逃走は成功しましたが、この事件はカカワーシャの心に深い傷として残ります。一時的に医療救済組織トラウマフロントに保護されますが、彼はカンパニーを通じて半生系奴隷市場に売られてしまいます。そこでカカワーシャを買い取った男によって商品コードの烙印を押され、カカワーシャは他の奴隷とのデスゲームを命じられます。しかし彼は自身にかけられた枷と幸運を武器に生き残ります。詳細は不明ですが、ここでの動乱は大きな事件となりました。エイジハゾ・アベンチュリン事件と後に呼ばれるこの事件の容疑者としてカカワーシャはカンパニーに捕まり、そしてジェイドの前に連れてこられます。そこで持ち前の魅力と交渉術を使ってジェイドに気に入られたカカワーシャはカンパニーに入ることとなり、銃の赤神アベンチュリンとしての名前を手に入れることになっていくのでした。そして本編での活躍につながります。カンパニーから指示を受けたアベンチュリンはジェイド、トパーズと共にピノコニーを手に入れるために行動します。カンパニーの狙いについては詳細がまだまだ不明な点が多いです。バージョン 2.3 でジェイドが登場してファミリーと交渉しましたよね。そこでは列車組を上手にクッションとして利用し、取引を成功させたことは確かです。しかし、ジェイドの奇跡を持ち込むことがどれだけ重要だったのかなどの詳細はまだぼかされている感じがします。ひとまず現段階ではアベンチュリンが体を張ってことに関与した点が重要みたいです。今後後日談や間接的な資料などで保管されていくと思うので期待して待ちましょう。本動画ではアベンチュリンの行動がひとまず分かれば問題ないので、そこに焦点を絞って考えていくことにします。スターピースカンパニーは非常に巨大な組織で、資金力においても人材においてもリソースが豊富です。そのため交渉の方法は様々取れたはずですが、アベンチュリンは自分の身を最も危険にさらす方法を選び、上司であるジェイドはそれを尊重したようですね。
とりあえず今はそのポイントだけ分かっていれば大丈夫でしょう。さて、大きな方向性が分かったところで、現段階で分かっているアベンチュリンの具体的な行動をまとめていきます。まずバージョン 2.0。最初に列車組がピノコニーに到着した直後、カンパニーのメンバーとして接触してきます。交渉上手な商人めいた立ち回りで姫子と駆け引きをして、最終的に列車組のチェックインをサポートします。次に一人になった開拓者のもとに現れて、突然脅迫のようなことをしてきます。これは読みによって妨害され、ひとまず撤退。その後は夢の中でいろいろ行動していたようですね。画面上では花火と接触しているシーンが描写されました。かなりお互いを挑発し合う会話が展開されていましたよね。ここで全貌を知っていそうな優越勢である花火からヒントとして口の聞けない人間を仲間にしたらと言われます。そして最後はサムと交戦した直後に現れ、ヨミが怪しいと開拓者へ提案。だからヨミとは距離をとって自分と協力関係にならないかという話を持ち出してきました。開拓者側へのメリットとしては、真実を知りたくないか、自分と組むならそれが見られるという条件を提示してきている感じですね。そしてその真実の一端としてロビンが殺されている現場を開拓者に見せたところでバージョン 2.0 は終了となります。すんごい引きでしたよね。ここで終わるのかよって叫んだプレイヤーも多かったんじゃないでしょうか。続いてアップデートが入った次のバージョン 2.1 ではほとんど主人公のような立ち回りをしていましたよね。実はロビンが死んでいることはアベンチュリンにとってもよくわからないことだったんですね。というのもピノコニーでは人が死にません。なぜならカンパニーが調和の力を使って無境を管理しているからです。よって強力なアイオンの力によってルールが規定されている状況で、それを破れる存在は常識的に考えて2つしかありません。1つは他のアイオンが能力を行使した場合、そしてもう1つはそのアイオンから大きな力を分け与えられている指令が動いた場合です。そしてこの段階で指令っぽい能力を持っているのはヨミでした。実際のところヨミは指令に相当する存在というだけで指令ではないのですが、アベンチュリンの認識としては指令だと仮定しているようですね。なので説明内ではややこしくなるので、ひとまず指令と表現しておきます。あしからず。それ以外にも不明点はかなり多く、アベンチュリン自身も判断に困る状況でしたが、そこはさすがに交渉上手。開拓者へはよく考えて決めてくれと判断を投げた上でその場を離れます。この段階においてアベンチュリンとしては花火にもらったヒントである口の聞けない人を声が出なくなったロビンだと思っていて、ロビンを当てにしていました。しかしロビンが突然死んでいたので、なんとか対処を変えないといけない状況だったんですね。さて、予想外のアクシデントはあったものの次の行動をしなくてはなりません。アベンチュリンはドクター・レイシオと共にサンデーの元へ向かいます。目的は自分の軌跡を取り返すための交換交渉と見せかけてジェイドの軌跡を持ち込むこと、そしてファミリーと交渉するための材料、もとい、弱点探しです。スターピースカンパニーがファミリーの既得権益に割り込んで侵食していくためには何かしらの交渉カードが必要となります。そこでロビンが死んでいるという絶対にファミリーが隠したいであろう情報を利用することでブラフを仕掛けようとしているんですね。アベンチュリンはこの段階ではファミリー内部に裏切り者がいると踏んでいます。そして調和セレモニー前の大切な時期においてはファミリー側は絶対にそれを隠したいだろうと予想しているんですね。一般的に組織内部で裏切り者をあぶり出す疑心暗鬼状態は内部でのギスギスした関係を生んでしまいがちです。なので外部から力のあるカンパニーが助力してサンデーの代わりに反乱分子見つけてあげますよ、そしたら助かりますよね、本当はお困りだったんですよねという筋書きを描いているんです。しかし実際にサンデーに会ってみると、そもそも条件を突っぱねられたどころか調和の洗礼を受けさせられてしまいます。調和の力によって嘘を答えるとまずい状態で質問をされ、正直に答えていきますが、最後の引っ掛け問題で強制的に嘘を答えさせられてしまうんです。サンデーは前もってレイシオを懐柔しており、レイシオから得たアベンチュリンの計画予想に従って箱の中身を抜いておきました。その上でどう答えようと嘘になる質問を用意することで絶対にアベンチュリンにペナルティが行くように細工していたんです。要するにサンデーは調和の洗礼を使いましたが、真実を知りたいわけではなく、そもそも引っ掛ける気しかなかったわけですね。調和の洗礼は嘘をついたため調和の審判へと変化し、アベンチュリンは17システム時間後に死んでしまう状態になりました。さらにその状態でサンデーはアベンチュリンを放り出し犯人探しをやらせようとします。マジでサンデーひどいですよね。さてこのシーンは複雑なので一旦整理しておきましょうかね。アベンチュリンはファミリーへ軌跡を提出しました。軌跡とはスターピースカンパニーの幹部である10の赤神が所持している特別な石。
これを用いることで様々な能力を行使することができるみたいです。それもあり、命よりも大切と言われることもある重要なアイテムでもあります。それを一時的にでも手放し、別の組織であるファミリーに提出するというのはめちゃくちゃ大変なことなんですよね。ところが、これはアベンチュリンの奇跡ではありませんでした。カンパニーは孫悟を信奉している組織です。なので、その前提に合わせたそれっぽい理由として、孫悟のクリフォトと同じ色の石が奇跡であるとして、トパーズの奇跡を提出していたんですね。そして、ジェイドの奇跡を安っぽい宝石に混ぜてカバンに忍ばせておきました。さらに、肝心な自分の奇跡はなんと破壊してしまい、自分が宝石として身につけていたんです。ジェイドの奇跡はその名の通り翡翠。そして翡翠は砂金石とそっくりなことで知られています。つまり、めちゃくちゃ価値が高い上に希少なアイテムである奇跡は、その見た目を知る人が少ないです。なので、サンデーはそれっぽい石を見せられたら信じるしかありません。とはいえ、アイオンの力がこもったアイテムですから、サンデーほど力のある人物なら、心眼はある程度見分けがつくのでしょう。適当な宝石でごまかすことはできません。なので、本物が提出されたことは確かです。ただ、同時にそんな大切なアイテムですから、他の10の石神が他人に奇跡を預けるなんてことはありえないことでもあります。本物のアイオンの力が感じられる奇跡が目の前にあり、それを10の石神であるアベンチュリンが提出し、さらに必死に取り返そうとしているというだけで本物であるに違いないんですね。ただ、それでも疑われる可能性はあります。その際に、実は本物は隠していましたと見えるように、ジェイドの奇跡を宝石に混ぜてカバンに入れておいたんです。しかし、それですら本当っぽい隠し事でしかなく、本物は破壊して身につけていたという三段構えのトリックを仕掛けているんですね。一方、サンデーはアベンチュリンを怪しいと思ったので、先んじてドクター・レイシオを懐柔します。そこでドクター・レイシオは、クリフォトと同じ色の石が本物と見せかけて、彼の奇跡はカバンに隠してあるんじゃないかと推論してみせたんですね。サンデーはその案を信じてアベンチュリンを引っ掛けるためにケースから石を抜いておきました。その上でケースに入っているのは砂金石かと質問して引っ掛けたんですね。サンデーとしては偽物を渡しておいて私のことを騙せたつもりになっているようだけど残念でした。友人は買収してあるし嘘は見破ってあるぞ。しかも開けられるはずのないケースから中身が抜かれているなんてお前は気づかないよな。私のことを騙せていると思っているんだろう。だったらこっちもとっておきがある。調和の洗礼で嘘をついたらアウトにできるんだ。そしてカバンの中身を抜いた上で中に入っているのは砂金石ですかと聞いてやる。そしたら入っていないんだからお前は嘘をついたことになって洗礼の罰を食らうんだよって考えてるわけですね。ところが実は違います。アベンチュリンの計画通りだった場合でも中に入っているのは砂金石ではないからです。サンデーが調和の洗礼みたいな能力を使ってくることは予想外だったので、アベンチュリンももちろんと答える前にちょっと戸惑っているような間があります。一度見てみましょう。興味深い。では最後の質問です。あなたは今、砂金石が無傷でこの箱の中にあると誓えますか？もちろん。答えは出たようですね。この間は調和の洗礼に対して嘘をつく覚悟を示していたんですね。面白いことに結果として全員が思惑通りの結果を得たことになりました。サンデーは騙す気でしかありませんでしたから予定通り。アベンチュリンは仕込んだ嘘のどれかにサンデーが引っかかってくれてジェイドの奇跡をピノコニーに届けられれば OK。そしてドクター・レイシオは予定通りに裏切っただけです。実は調和の審判を受けた直後の会話でそれがわかるので字幕解説付きで見てみましょう。顔色が悪いな。それともそれも君の演技か？よくまた僕の前に顔を出せたね。これこそが君の望む結果だと思っていたんだが、何しろ僕は君が言ったように忠実に自分の役割を果たしたのだから。もうダメだと思った時は僕に声をかけてくれ。凡人院の天才が僕の遺体を引き取るつもりかい？それは光栄な話だな。
戦略投資部の連中も君の訃報を真っ先に受け取りたいと思っているはずだ。忘れるな、君は二度と彼らに会うことはできない。この任務は今僕の手に委ねられている。わかった。じゃあ今すぐ報告を入れてくれないか。アベンチュリンは万全の準備を整えた。17システム時間後に成果を受け取りに来いってね。またそんな大口を。調和にとらわれている状態でどうやって任務を遂行するつもりだ。サンデーとの会話で僕はファミリーの中に裏切り者がいると確信した。ピノコニーの秘密はその人物の手の中にある。そして僕もこの機会に全ての軌跡を本来あるべき場所に戻した。謝礼金も取り戻せたし、ホテルレバリーに足を踏み入れてからここまで順調に事が運んだことはない。勝利まであと一歩なんだ。自分の惨状を復唱しているようにしか聞こえないな。それも負けを認めるのを拒否するような極めて強情な言い方で。僕に言えることはこれだけだ。忘れたのかい？君は僕を一度裏切ってるんだよ、教授。自分の行くべき場所に行くといい。僕はカンパニーの戦艦に包囲されるピノコニーを見たくてたまらないんだ。君も欲しかったものは手に入ったんだろう。ああ、だがどうするつもりだ。その謝礼金の入ったバッグの中に低軌道支援を呼べるビーコンでも隠してるのか。さあ、それはどうだろう。まあでも僕が死の瀬戸際にお金を配ろうとしている理由はそれかもしれない。君は完全に狂っている。どうしようもないギャンブラー。狂ってるか。もしかしたら僕はとっくに狂ってたのかもしれないね。もういい、これを持っていけ。死ぬ直前にそれを開けるんだ。そうすればきっと僕に感謝するだろう。これはなんだ？処方箋か？君はドラマ性ってやつをよく理解してるみたいだね、教授。はい、やっぱりドクター・レイシオは優しいですね。2人とも意図的に詳細を伏せて会話しているので、ある程度予想になりますが、おそらくドクター・レイシオはアベンチュリンが軌跡をすり替えておくところまでは聞いていたのでしょう。そして博識学会所属のドクター・レイシオとしては、ファミリーが所持している正確の研究データを手に入れたい。アベンチュリンが最終的にファミリーとカンパニーの関係にどのような落としどころをつけるかは、現場に合わせた彼特有のアドリブが入るので予想ができない。さらに最終的に彼の強運によってアベンチュリン本人にすら予想がつかない方法で決着する可能性があります。なので最終的な方法までは聞いていなかったんでしょう。ただドクター・レイシオとしては正確の研究データさえ手に入ればよく、ファミリーとカンパニーの交渉がどうなるかはアベンチュリンの責任です。そしてよくわからない強運などに頼った結論をドクター・レイシオが進んで納得するとも思えません。なので確実に発生するイベントであるサンデーとの交渉までの流れをコントロールして双方望んだものを手に入れられれば OK と考えたんだと思います。そして本来であればこの先に関してドクター・レイシオはほとんど責任を持つ必要がありません。しかし彼はおせっかい焼きです。詳しい説明はこちらの動画で行っているので、よかったら合わせてご確認ください。アベンチュリンの性格からしてとんでもない危険に自分の身を投じてギャンブルをすることは目に見えています。先んじてピノコニーにおける死の話も出ていたので、おそらくその辺で当たりをつけて処方箋を書いていたんでしょう。当然その場で書いたわけではありません。アベンチュリンの性格をきちんと理解した上で心配しているところがとてもレイシオらしくていいですね。結構好きな関係です。その後アベンチュリンは花火を誘い出すために必死でお金配りをします。そして現れた花火と会話をすることで、口が聞けない人のもう一つの意味を確信するのでした。口が聞けない人とは、一度死んで生還したが舞台に上がって喋ることができない存在ということだったんです。
つまりホタルですね。ホタルは一度死にサムとして戻ってきていますが、正体を明かすことができません。11回も事実を伝えに会いに来ようとしていましたが、それは実現しませんでした。そしてこのことからアベンチュリンは夢の中で盛大な死を演じることを決心します。ホタルに死を与えた記憶域ミームに頼る必要はありません。調和の保護を断ち切って夢の世界で自分を殺せるくらいに特別な力があればいいんです。そう、それが読み。司令クラスの力であれば調和の影響すら断ち切って自分を消せるはず。でもそれは消せるはず、成功するはずという予想でしかありません。だから賭けになるんです。虚無の司令がどんな力を持っているのかもわかりません。ひょっとしたら自分は跡形もなく本当に消滅してしまって死んでしまうかもしれないわけですから。だから怖かったんですね。クラークフィルムランドへと到着し、死と向き合い出した彼には調和の洗礼による不調も相まって過去の自分と未来の自分が見えるようになります。最初こそ調和の審判による影響を疑っていましたが、最終的には自分の意識が生んだ未来の自分と過去の自分だと分かっていましたね。ここ非常に描写が上手な場面でした。というのも実際にはアベンチュリンが一人で移動しながら独白しているだけのシーンなのですが、状況も相まって他人視点でアベンチュリンに話しかけてくる存在が対話することでアベンチュリンの内面や過去を掘り出してくれた感じになっています。ウィンザー効果といって自分で主張するよりも他人が語ってくれた方が説得力が上がる現象があります。まさにこの効果が働いているんですね。例えばアベンチュリンのモノローグで僕は辛い人生を送ってきたみたいな独り言が展開されたらちょっと気持ちが冷めると思いませんか？自分で言い出すと自分で言っちゃいますそれみたいな感覚が生まれるんですよ。だけど敵対している感じで嫌な感じのアベンチュリンが質問攻めにすることであくまで他人が聞いている体で構成できているんです。めちゃくちゃ上手な演出だと思いましたね。ここでは幼いカカワーシャと未来のアベンチュリンを通して彼の過去や内面のトラウマ、そして実際には怖くて仕方がない本心が見られる場面が描写されました。そして過去の自分と手合わせをして勇気をもらい自分の舞台へと上がるのです。ロビンやホタルのような小さな一つの死ではもみ消されてしまう。なのでできるだけ派手に大きな影響が出る死を演出しなくてはいけない。そのためにクラークフィルムランドから放送を流し列車組と読みを呼び出しました。そして自分の目的は開拓者の性格を爆発させて盛大な死を作ることとブラフをかまして戦闘に入ります。最終的にヨミが刀を抜いてアベンチュリンごと空間を切り裂き事態は収拾しました。涙雨降りてあふるる渡りよみじを焼けず常よ帰らそして虚無の空間でヨミとしばらく言葉を交わしそれぞれの道へと進みます。ここでのアベンチュリンは警戒を解いて非常に素直に会話しています。もし見返す際はここでの会話が一番正直に心境を語っているので注目してみるといいでしょう。ヨミとの会話、レイシオからの処方箋、そしてカカワーシャとのやり取りを通して本当は死ぬつもりなんてないことがわかります。生命体が眠る理由は死ぬことへの予行練習、そして死んだら家族に会える。でもそれは今じゃない。姉さんたちに誇れるように生きてそれから会いに行こう。とっても優しい表情な2人のカカワーシャが印象的でしたね。さてバージョン 2.3 では打って変わってアベンチュリンがほとんど出ません。本当にラストまで登場せずどうなったんだよって思っていたらラストの C パートで登場。どうやら裏でいろいろ動いていたみたいでそこをアルジェンティンに助けられて帰還していたみたいです。砕いてしまった奇跡についての処遇などもこれから決まるみたいですし、詳しくは次回以降のアップデで語られると思うので楽しみに待ちましょう。アベンチュリンとカカワーシャのビッグ5。さてではアベンチュリンのビッグ5を見ていきましょう。ビッグ5についてわからない場合はこちらの動画で詳しく説明しているのでよければどうぞ。そして今回はカカワーシャとアベンチュリンを比較してみたいと思います。
というのも実際に性格分析をしていたら彼のインナーパーソナリティにかなりのギャップがあることに気づいたんです。インナーパーソナリティとは人間が場面場面に応じてキャラクターを切り替える性質のこと。例えば普段の性格よりも職場での性格の方が若干しっかり者になったりしますよね。そういう感じです。人間は周囲との関係性によって性格ユニットを切り替えて立ち回っているんですね。事例として前回の放浪者動画も参考になると思うのでぜひこちらもご視聴ください。彼はスターピースカンパニーの10の赤心アベンチュリンとしての性格として人心掌握に長け頭が回り狡猾でしたたかなギャンブラーとしての性格を普段表に出しています。しかしその実内面では不安が多くこっそりとテーブルの下で手が震えているなど優しい関わ者としての性格を残しているんですよね。なのでその最たる例として幼少期の関わ者と青年期のアベンチュリンを比較して見ていきましょう。はい、比較してみるとこのようなグラフになりました。結構違う形になりましたよね。一つずつ違いを見ていきましょう。まず神経症傾向、メンタルの繊細さを表す指標なので高いほど周囲の影響を受けやすかったりイライラしやすかったりします。関わ者は比較的安定したメンタルを持っていますね。カティカ人に勝負を挑んでみたりしても平気な顔をしているところなどを見てもメンタルの太さを感じさせます。とはいえ姉から注意されている通り幼さゆえに危険を認識しきっていないだけとも考えられるのでそれなりのところに落ち着いています。厳格の関わ者からも神経質な面は感じ取れないのでおおむね低く安定していると考えていいでしょう。また姉や母からしっかり愛されていることも大きくメンタルの安定に貢献していると考えられます。ところがアベンチュリーになるとちょっと神経質になりましたね。花火とのやり取り、ドクターレイシオとのやり取り、サンデーとのやり取りを見ても比較的細かいことでイライラしている場合が多く見受けられます。そのため神経症傾向はやや高めと言っていいでしょう。ただそう言われると引っかかる感じがする人も多いと思います。というのも彼はとても肝の据わったギャンブラーでもあるからです。あれほどの度胸を備えているのだから神経症傾向は低いのではないかと思う人も多いはず。しかし彼は勝負の間でも実は手が震えていたりします。なので肝の据わったギャンブラーである勝負師アベンチュリンという姿は彼が演出して見せている見せたい姿ということができるでしょう。言い換えるとインナーパーソナリティによって外向けの自分としての姿を定義してそのように振る舞っているわけです。逆のパターンをイメージしてみると分かりやすいはず。例えばメンタルがぶっ飛んでるルアン・メイや恐怖を感じないカフカさんなんかが勝負のテーブルに着いた場合手が震えたりすることもないでしょう。アベンチュリンはメンタルが繊細であるにもかかわらずそれを後天的な技術でカバーしてそう見せないように立ち振る舞うことができているのです。なので実際のアベンチュリンのメンタルは繊細であると考えることができます。次に外交性です。関わ者に関してはそこまで多くのデータがあるわけではないのですがカティカ人や姉と関わっている様子から察するにそれなりに外交的であるような感じがします。考え方も比較的ポジティブで前向きなので外交性は高そうですね。しかし内向性が全くないかといえばそんなこともありません。きちんと自分の内側と向き合っている感じがありますしその観察をもとに他人の感情を推論することもできています。なのでかなりバランスが取れた雰囲気を感じるためだいたい平均程度かなといったところ。一方アベンチュリンは外交側に触れていますね。多くの人々とスピーディーに関係性を構築し言葉巧みに交渉を行っていく姿は外交性が高いと言えるでしょう。また外交性にはポジティブな感情やフレンドリーさ、賑やかなことや派手なことが好きな性質も含まれています。それらを考慮するとアベンチュリンの外交性は高いと言っていいはずです。少なくとも関わ者と比べれば高いですよね。外交性の内訳を見ると高いと言わざるを得ない項目ばかりなのでここで見ていきましょう。まず活動、じっとしているのが嫌いでよく喋る性質です。まさしくそのままですよね。彼はすぐに行動しますしペラペラとよく喋ります。もう満点と言っていいんじゃないでしょうか。次に支配、他人を導いたりコントロールしたりするのが好きな性質です。これも交渉ごと有利に運ぶのが得意なアベンチュリンらしくとても秀でた性質ですよね。次が軍業、賑やかな環境が好きでグループに入るほどエネルギーが増える性質です。これもかなり適している感じがしますよね。さらに次が興奮追求、刺激が強い環境を好み他人と戦うのが好きな性質です。もうアベンチュリンを表していると言ってもいいくらいぴったりな性質ですのでこれは間違いなく満点でしょう。そして最後が注意獲得、他人に注目されたり大勢の中で目立つのが好きな性質です。これも該当しますね。実際のところいろいろな手段が取れたはずの交渉ですが一番目立って派手な手法を選択します。なのでこれもほぼ満点と言っていいでしょう。
というわけで、アベンチュリンは外交性の塊のような人物ということです。次に誠実性を見ていきましょう。カカワー社に関しては非常に素直な少年ですから、誠実性が高いと言えます。描写が少ないので判断しづらいところではありますが、お姉さんとの約束をしっかり守っていたりするので、比較的高いと判断していいでしょう。アベンチュリンとしては意外なことにかなり高いです。彼は無謀なギャンブラーとしての第一印象があるため、誠実性が低く、衝動的に博打を打ってしまうように見られがち。しかし、実際にはそんなことはなく、先ほどストーリー解説でお伝えしたように、めちゃくちゃ綿密に準備した上で計画的に全てをかけることをしています。しかも、調和の洗礼というめちゃくちゃ苦しい呪いをかけられたとしても、それに耐えて最後まで自分の計画を全うする辛抱強さを持っています。なので、実は誠実性がめちゃくちゃ高い人物なんですね。普通、ギャンブルに溺れてしまう人は誠実性が低くなる傾向にあるんですが、アベンチュリンの場合は少し事情が違うので高くなります。非常に面白い造形のキャラクターですよね。次が調和性、他人に親切で優しくする性質です。これはカカワー社に関してはめちゃくちゃ高いですね。お姉さんに対する態度ももちろんですが、幻覚として現れた際もアベンチュリンに対してとても優しい接し方をしています。他人の気持ちを思いやることができる非常に優しい側面を備えていると考えられますね。描写が足りない部分も多いので、そういった箇所はアベンチュリンの独白部分などから推論して評価しました。この調和性もまたアベンチュリンが外向けと内向けの性格を使い分けている大きな部分でもあります。調和性が低い人物というのは情に流されることがなく、交渉事が強いケースが多いんですね。ホヨバースのキャラクターで言うなら、召使いやドットーレ、そしてアベンチュリンが該当します。銃の赤心アベンチュリンとしては、軽薄な言葉をさえずり、利益至上主義でメリットのためなら手段を選ばず、手品のように相手を軽やかに欺き、交渉相手を地獄の底に突き落とすこともためらわない、そんな狡猾な人物像を作り上げていますよね。なので、外向き用のアベンチュリンとしては点数が低く評価できるでしょう。最後に開放性です。知的好奇心の強さを示す指標ですね。これに関してはアベンチュリンもカカワー社もかなり高いと言えます。既存のルールに縛られずに新しいことへ踏み出していく姿勢を含んだニュアンスの指標なので、雰囲気に縛られることなくカティカ人へ勝負を挑むカカワー社の姿は開放性が高いと言えます。またアベンチュリンとしてもルールや常識といったものは相手を欺くために利用すべきもの、逆にその穴をつくための材料くらいに考えている節があり、本人の行動はルールに全く載っていません。なので開放性はめちゃくちゃ高いと評価できます。開放性が低いと保守的になり、ルールを守る性質が強くなるのですが、アベンチュリンにしろカカワー社にしろ全くそんな性質が見受けられないですよね。なのでこれはぶっちぎりで高いです。カカワー社も十分に高いんですが、アベンチュリンの行動が常軌を逸しているので、ややアベンチュリンの方が高い評価になりました。アベンチュリンとカカワー社のダークトライアド。では続いて2人のダークトライアドを見比べていきましょう。ダークトライアドとは3つ揃っていると危険な人物になることが多い性格の指標のことです。1つずつはそれほどやばいものではなく、時に有用な性質となることもあります。しかし3つ揃っていると大体危険な人物になるので、危険な3要素ということでダークトライアドと呼ばれています。これも1つずつ見ていきましょう。まずナルシシズム、自分が大好きな性質ですね。これに関しては高いか低いかというよりも、良いナルシストか悪いナルシストかというポイントの方が重要です。詳しくはこちらの動画で説明しているので、よかったらご参照ください。簡単に説明すると、ナルシストだからといって悪いやつではないということです。例えば準備の騎士アルジェンティは確実にナルシストです。ですが彼は悪い人間でしょうか？おそらく違いますよね。大体の人が好感を持っているキャラクターだと思います。彼は美しさに誇りを持っており、その誇りを守るために努力を惜しみません。そのようによくあるために努力ができるタイプが良いナルシストです。逆に我が身可愛さで論点をすり替えまくるようなタイプが悪いナルシスト。自分の地位を守るために自分を上げるのではなく、他人を下げることで保身したりします。以前も動画で紹介しているドゥジェイ君やドットーレがまさしくいい例ですね。この観点で言えばカカワー社もアベンチュリンも良いナルシストです。少なくとも悪いナルシストではありません。カカワー社に関してはこれも判断材料が少なかったのですが、しっかりと自分を大切にする精神を持っています。なので低いということはないんじゃないかなと思った次第です。アベンチュリンに関しては武器としてナルシシズムを持っているようなニュアンスがあります。
というのもエビキン人は見た目が非常に美しく魅力的、それによって他人に気に入られたり交渉事がうまくいったりすることが多いため、アベンチュリンのように交渉を上手に行おうと思うのであればきちんとそれを自覚する必要があるからです。つまり自分のルックスの良さに溺れているのではなく、交渉に利用できる手札の一つとして自分の見た目をきっちり自覚しているがゆえにナルシシズムが高いって感じです。もちろんある程度自分のことが好きなことはあると思いますけどね。次にサイコパシー、他人に共感しにくい性質を表す指標ですね。カカワー社に関してはお父さんやお母さんの死に際に関してのモノローグやその後の独白によって他人に共感している節が見受けられます。また幻として現れた際もアベンチュリンに対して共感を見せている様子がありました。なので基本的に高いと考えられますね。一方アベンチュリンですが、これがまた難しいところ。一言で言えばビジネスサイコパスとでも言いましょうか。スターピースカンパニーの利益のためには他人のことなんてどうも思ってないんだよ、アベンチュリンっていうのはそういう男だというポーズを作るためにサイコパスっぽい行動をしてみせています。なので外面上はサイコパスっぽく見えるのでこの評価にしてあります。ところが内面はカカワー社からそれほど変わっていません。それもそのはず、ある程度の共感能力がなくては交渉事を上手に進めることが難しいんですよね。サンデーとの交渉もそうです。こういう嘘を仕掛けておいたら相手がこう思うはずだから、それに対して裏を書こうという思考は相手の感覚に共感できていないと難しいんです。ある程度は論理的に行うこともできるんですが、駆け引きの要素が多くなると共感能力も必要になります。このことからもアベンチュリンはある程度の共感能力を備えていると思った方が正確な理解だと感じているんですよね。そんなわけでここでの評価は外向けのアベンチュリンのサイコパス度を表示しておきました。ご留意ください。最後にマキャベリアニズム、目的のためなら手段を選ばない性質です。これはカカワー社もアベンチュリンも結構高いですよね。本来めちゃくちゃ危ない行為であるはずのカティカ人へ喧嘩をふっかけるような真似をやってしまうようなところが幼少の頃からあります。また大人になってからも己の全てを交渉のテーブルに上げてしまう面があります。なのでこれはどちらも高いと言えるでしょう。2人の間に差があるのは大人になってからの方がその間に起きた人生経験によってより過激になっていることが理由です。このポイントについてはこの後性格を踏まえた上で掘り下げていこうと思うので引き続き説明を聞いてみてください。アベンチュリンの二面性、ここまで見ていただいて分かったと思いますが、アベンチュリンにはめちゃめちゃ際どい二面性が多数存在しています。内側には心優しいカカワー社の面が残っているのに、冷徹で軽薄なギャンブラーのふりをしてみせたり、本当は誠実性が高くコツコツ頑張れるのに薄っぺらくて衝動的なギャンブラーを演じることもある。他人の気持ちに共感する能力はあるのに、それを優しく使っているように見せない技術も持ち合わせている。真反対と言えるような二面性が同時に存在するのがアベンチュリンという男なんですね。じゃあ外向けに作っているアベンチュリンの性格が 100% 嘘で完璧に演じられているのかといえばそれも違います。花火やサンデーに煽られるとイライラしてしまうのが表に出るように 100% 仕事用のアベンチュリンというわけではなく、ある程度素の自分が出てもいるわけですね。なので先ほどのビッグ5の紹介も便宜的にアベンチュリンとカカワー社を分けることで説明する形にしましたが、実際には場面場面によってその中間の態度をとっていたり片方に偏る場合もあるので、本当にケースバイケースな性格をしていると思います。ただそんな実態があるようでなかなかつかめない彼の危うい二面性に僕たちは惹かれているのかもしれませんね。アベンチュリンの自己効力感、ルックスが良くお金もあり地位も権力もある。さらに交渉術に長け、マジックのような小手先の技術も得意。もっと言えば戦っても強いです。そんな何でも持っていそうな彼ですが、同時にそれらが一瞬で崩れるような危うさも持っています。というのも彼には実感がないからです。少し言い方を変えると、自分の力で人生を変える実感がないと言えるのです。心理学の世界には自己効力感という概念があります。自分の努力や行動によって確かに自分の人生を変えることができる実感を表す言葉です。これが高いほど充実した状態だと言われています。自己肯定感という言葉の方が有名ですよね。でも少し違う言葉です。この際覚えてみてください。自己肯定感とはその言葉の通り自分を肯定している状態のことです。自分はイケてるな、私って自分のこと好きかもと感じられればこの概念に適合しています。一方、自己効力感とは今現在自分が好きかどうかは関係ありません。
自分の力によって自分の人生を生きている感覚なので、今の状態が好きでなくてもいいんです。頑張ればそれを改善していける実感、行動すれば自分をもっと好きになれるぞという予感さえ持つことができればいいんですね。それぞれニュアンスが少し違う言葉なので区別して覚えておきましょう。基本的に自己効力感の方が強力です。自己効力感があれば自分の力で人生を生きていける自分を好きになれる可能性が高いですから、自己肯定感も上がります。自己肯定感はお金やルックスなどのステータスが目減りした瞬間に失われてしまうこともあります。しかし自己効力感はたとえ減ったとしても頑張ればそこから増やしていける感覚なので、より強い概念だと言えるでしょう。さてアベンチュリンですが、この自己効力感がめちゃめちゃ低いと予想できます。というのも彼の人生は地母神の幸運によって全てが左右されているからです。彼は勝負で負けたことが一度もありません。賭けをすれば絶対に勝てます。私たち第三者からすれば夢のような能力ですが、果たして本人からしても同じような感覚でしょうか。おそらく違うと思います。何をしても勝てるということはそもそも賭けですらないんですよね。ところが自分の頑張りではどうにでもできないような運要素の勝負であっても彼は絶対に勝つことができます。言い方を変えれば頑張ろうが頑張らなかろうが勝てるんです。つまり自分の頑張りは勝負を左右しないってこと。これは自己効力感がめちゃめちゃ下がる現象だと思います。人間は生まれてから絶えず学習を続ける生き物です。学習というのは算数や理科などのお勉強のことだけではなく、行動に関する条件付けを含みます。ペットのしつけが例として分かりやすいかもしれません。トイレのしつけをしたい場合、間違えた場所で排泄をしてしまったら叱ります。正しい場所ですることができたら褒めます。このように行動に対して返ってくる賞罰やメリットデメリットがあることによって、正しい場所でトイレをするといいことがあるぞという方向性をつかむんですね。同じように人間も行動とフィードバックを繰り返して徐々に自分の中で計算式を作っていくんですね。これは身の回りで起こる全てのことに対して機能しています。例えばコイントスをして3回連続で表が出た場合を考えてみましょう。次の4回目はどうなるでしょうか。純粋に確率だけ考えるのであれば2分の1です。ところが人によってはこのように考えます。今まで3回全部表が出ているんだから次も絶対表だ。あるいはこのように考える人もいるでしょう。今まで全部表なんだからそろそろ裏が来るはずだと。どちらも身に覚えがあるんじゃないかなと思います。しかし先ほども言った通り冷静に考えれば2分の1でしかありません。ところが3回連続で起こったということから意味を学習してしまい、自分なりの計算式で予想を立ててしまう。これも学習です。アベンチュリンの場合どんな勝負をしても絶対に勝ててしまいます。普通だったら勝ったり負けたりを繰り返して勝つための工夫をしてみて自分の中で勝ち方を見つけていったりするのですが、それがないんです。なので自分の力で勝てている感覚はかなり希薄だと思います。さらに言えばそんな状態なのでいつそれがひっくり返るかも分かりません。なぜなら自分の努力ではどうにもならないから。だから今まで得てきた富や名声は一瞬でなくなるかもしれませんし、逆に負債になる可能性すらあります。あるのかないのかも分からない幸運というものに頼っていて、いつそれの底が抜けるかも分かりません。不安で仕方ない生き方のはずです。そして僕はこれがアベンチュリンの二面性の根底にある要素だと思っています。幸運という名の不幸。あなたは地母神の祝福を受けた子供で一族を幸福に導ける。だからちゃんと自分の身を守って苦しみや貧困を憎まないで。わかった？言うことを聞いて地母神に誓うの。わかった。僕は地母神に誓ってこの財産を守り続ける。でもお姉ちゃん、もし3つの目を持つ地母神が本当に僕たちを見守ってくれてるなら、お父さんがリュウサに飲み込まれた時どうして助けてくれなかったの？お父さんは地母神に捧げる供物を用意するためにカティカ人のところまで行ったのに。お母さんが僕たちの腕の中で冷たくなっていった時、地母神はどこにいたの？お母さんは最後の瞬間まで地母神に許しを求めてたのに。お姉ちゃん、
みんな僕のことを賢いって言うけど、僕にはわからないんだ。すべての雨が地母神の許しと恵みだって言うなら、僕たちは一体どれだけの過ちを犯して死ぬためだけに生まれてきたんだろう。アベンチュリンはモノローグでこのように語っています。まさしくこの言葉の通りで、彼にとって地母神によって与えられた幸運というのは幸運なのか不幸なのかわからない代物なんです。ただ今のところは全ての勝負で勝つことができている。これだけが事実。だからおそらく次の勝負も勝てるはず。ある日突然大負けをかまして全てを失うかもしれない。あるいは勝ち続けることでとんでもない不幸に向かっているのかもしれない。そんな正体不明の幸運に乗っかって戦うしかないのが彼です。そして負けたことがないという点が彼のアイデンティティでもあるため、ある日負けてしまえば彼のアイデンティティは崩れてしまいます。地母神の恵みによって人生を意味づけられている少年は、逆を言えば地母神の恵みがなくなってしまうことによって人生の意味がなくなってしまうんです。だからこそ彼は全てをかけます。どの道負けてしまえば人生の全てを失うから。中途半端に負けるのも大負けするのも変わらないから。運という実在するのか怪しい薄っぺらいものの上に自分を乗っけている心もとなさ。その薄っぺらなものによって獲得してきた全ての富や名声に意味はないのかもしれない。でも今日も勝負をしていつも通り勝つ。それだけが自分を確かめられる唯一の方法。だから全部をかける。オール・オア・ナッシング。自分の命さえも賭けのテーブルに上げられてしまう男は、独自の学習によってこの哲学にたどり着いたと言えるんじゃないでしょうか。そしてそれゆえに彼は普通ではありえない思い切りの良さがあります。まず彼には保身に走る必要がありません。負けた時は命を含めて全て失うのですから。あなたはいい人だから今回のペナルティは減らしてあげるねみたいなことは狙わなくていいんです。だから彼は勝つためのキャラクターになりきることに全てをかけます。面のいい金髪の若造で、やたらと羽振りのいい成金で、カンパニーの利益のためならどんな手段でも取ってくる商人で、そして絵に描いたようなギャンブラー。どんなに性格が悪く見られようと構いません。負けた後の理由なんて考えなくていいんですから。分かりやすいキャラ付けで相手に印象を持たせて、それを勝負に利用できればそれでいいんです。相手を勝負のテーブルに上げることさえできれば絶対に自分は勝てます。それゆえにアベンチュリンの交渉術は超一流です。賭けのテーブルに上げることさえできればいいので、その前段階をこなすための交渉術に全てをかけている人間なんですね。そのためであれば自分の優れたルックスや華やかな雰囲気も利用しない手はありません。何よりも分かりやすい魅力ですからね。そしてステレオタイプのイメージ付けも相手を誘導するための有効な手段になっているんでしょう。実際僕たちもアベンチュリンの第一印象にあっさりと騙されてしまったわけですからね。このように考えてみると普通ではありえないくらいの二面性も理由が見えてきますよね。アベンチュリンは幸運という名の不幸によって全てを決定されてしまったがゆえに独自の考えを持ち、その結果得意な二面性を備えていると考えられるんです。さらにこの幸運と不幸の二面性は彼の破滅願望と向上心の二面性でもあります。サンデーとのやり取りの中でこんなシーンがあります。ああ、そうでした。行く前に一つ個人的な質問をさせてください。あなたは本当にこの世界を自らの手で滅ぼしたいのですか？仮に、あくまでも家庭の話だけど、僕がダイスを振るたびに毎回この結果になる可能性があるなら、きっと僕は喜んでかけるだろうね。彼は両親や姉をひどい目に遭わせた世界なんて壊れてしまえばいいと感じることもあるみたいですね。自分を生き残らせて、さらにはここまでのし上げた存在が同じ幸運というのも彼にとっては世界が許せない理由なんでしょう。しかし一方でカカワー社との会話の中でこのような発言もしています。お兄さん、行っちゃうの？やっぱり最後はこの無境から出ることを選ぶの？ああ、
ここには彼らがいないからね。父さんも母さんも姉さんも。じゃあその人たちはどこにいるの？みんなが行くところにいるんだ。遠く離れた場所にね。お兄さんもそこに行くの？うん、いつかは行くよ。でも今じゃない。いつかまた空から雨が降る日が来る。そしてチボ神の声が聞こえ、運命の時が来たと悟ったら、僕は家族に会いに行く。だからその時が来る前に準備をしないといけないんだ。何の準備？彼らに会うための準備だよ。カカワーシャ、彼らの誇りになるんだ。お兄さんならきっとできると思う。頑張ってね。ああ、もちろん。僕はチボ神の祝福を受けた子だからね。でもまだ緊張してるみたいだけど。僕もそう思う。僕を助けられるのは君だけかもしれないな。彼は眠ることは死の予行練習だと語り、いつか死後の世界で家族に会った時に誇れるような人物になるまでは死ぬことはできないとも語っているんです。この発言の二面性は彼の人物像を一層深くして魅力的にしてくれているように感じます。一見矛盾しているように感じる発言ですが、実はちゃんと筋が通っているんですよね。それが家族への愛です。世界が許せないのは大好きな家族をひどい目に遭わせたから。自分がまだ死ぬべきではないのは、そんな大好きな家族に誇れるようになりたいから。ちゃんと理由の芯として家族への愛があるからこそ、彼の魅力をぐっと引き立てる複雑さとして描写が成功しているのではないでしょうか。まとめ。普通ではありえない奇跡的なバランスのキャラクター。いかがだったでしょうか。僕としてはぶっちゃけ心理分析史上一番難しいキャラクターでした。マジで複雑だった。個々の現象を説明することはできるんですけど、体系立ててまとめた上で分かりやすく不要な部分を省いてグラフに落とし込むのが本当に大変でした。彼は生まれた時からありえないはずの幸運がずっと続いていて、それによって人生観や死生観を全て形作られてしまった人物とも言えます。そんな実在しなさそうな背景を持っているにもかかわらず、人格造形的には理にかなった存在になっているところが本当にホヨバースの凄さを改めて感じました。それぞれの人格特性で奇跡的に正反対の性質を併せ持つアンバランスな存在でありながら、きちんとその整合性を感じさせるストーリー展開。そんな複雑な人物像を語っているのに、きちんと感情移入させてくれる見せ方、めちゃくちゃ上手ですよね。アベンチュリンのパートをプレイして彼のことが好きにならなかった人はほとんどいないんじゃないかなと思います。それくらい魅力的なキャラクターですよね。個人的にはホヨバースが作り上げた奇跡の一つだと思います。というわけで、この動画もアベンチュリンの魅力を理解するためのきっかけになれていたら嬉しく思います。では今回の情報もあなたが崩壊スターレイルを楽しむための一助として参考まで。チボ神が3度瞳を閉じますように、その血が永遠に巡りますように、旅がいつまでも平穏でありますように、計略が決して露見しませんように。僕たちはカカワのオーロラの下で再会する。さようなら、カカワーシャ。